カテーテル治療が終わると、もうシースは不要になります。そのままシースを抜去すると、動脈には穴が開いてしまっていますので、出血してしまいます。ですので、栓死した部位を止血しなければなりません。止血方法には、栓死した部位を手で圧迫し、ロールで固定する方法がありますが、止血デバイスを用いて止血する方法もあります。今回は、止血デバイスを用いた止血について紹介します。はい、ラジオです。このチャンネルは、健康第一をテーマに、一般の方や医療者に向けた動画を配信しています。今回は、カテーテル治療後のセンシティブの止血デバイスの種類について紹介します。ぜひ最後までお付き合いください。では始めていきましょう。まずは、大腿動脈用の止血デバイスです。大腿動脈に使用する止血デバイスには、アンジオシールとエクソシールがあります。どちらも使用する前に、栓死部周辺を造影し、血管の太さが十分あるかとか、狭窄、石灰化、動脈瘤がないかなどを確認しなければなりません。右大腿動脈栓死の場合では、RAO45 度ぐらいで、左大腿動脈栓死の場合は、LAO45 度ぐらいの角度で造影すると、正面から撮影するよりも、分岐部が確認しやすいです。血管の走行は個人差がありますので、分岐部の確認が困難な場合は、いろんな方向から確認するようにしましょう。では、実際の使用方法について紹介します。まずは、アンジオシールです。アンジオシールは、栓死部の血管壁の内側と外側をアンカーとコラーゲンスポンジで挟み込むことで止血するデバイスです。コラーゲンスポンジに対してアレルギー反応が出る場合があり、牛肉製品、コラーゲン製品、ポリ乳酸、ポリグルコース酸に対してアレルギーの起用がある患者さんには使用しないようにしてください。アンジオシールはシースを使用して血管内に挿入します。アンカーを血管壁に留置し、本体を引き抜くと、血管の内側と外側をアンカーとコラーゲンスポンジで挟み込むことで止血できます。ダンパーチューブを取り出し、皮膚表面に出ている糸を切って手技は終了です。体内に留置されたすべての素材は60日から90日で生体内に吸収されます。エクソシールはプラグを血管壁の外側に留置し、血液の流出路を塞ぐことで止血を行うデバイスです。エクソシールはポリグリコール酸にアレルギーを有する患者には使用できません。使用方法はエクソシールをシースに挿入し、バックフローインジケーターからの拍動流を確認します。拍動流が確認できたら、次はその拍動流が著しく遅くなる、またはなくなるまで本体とシースをゆっくり引いてきます。ディベロップメントボタンを押すと、インジケーターワイヤーが回収され、プラが留置されます。その後は栓死部を拭き、止血を確認します。留置されたプラグは、ゼラチンスポンジ同様に、体内で分解、吸収、代謝され、約90日以内に吸収されます。治療が終了して数時間経過すれば、歩くことも可能です。アンジオシールやエクソシールを使用して、部品が溶けてなくなるまでの90日間は、同じ場所を栓死する場合には注意が必要です。他の病院でカテーテル治療を受ける場合は、止血デバイスを使用したことを伝えるようにしてください。傷口に関しては、止血した後でも、再出血や感染症などの合併症が起きる場合がありますので、止血した部位が張ってくる感じや、腫れてきたり、違和感を感じたら、
すぐに看護師さんに教えてください。止血処置から24時間経てば、シャワーを浴びるくらいはできるようになりますが、湯船に浸かることは避けてください。次は、上肢の止血に使用されるデバイスを2つ紹介します。1つ目は TR バンドです。TR バンドは、橈骨動脈用の止血デバイスで、バルーンを膨らませて圧迫止血します。使用方法は、シースを2、3センチ抜いた状態にして、皮膚の線支部に合わせ止血ベルトを固定します。注入器を用いて空気を注入し、バルーンを膨らませ、シースを抜去します。線支部からの出血がないことを確認します。使用中は止血の状態を適宜確認し、状態に合わせ、バンド内の空気の量を調整していき、止血されたことを確認し、取り外します。二つ目は、留田くんです。実は留田くんは、上腕動脈用や橈骨動脈用だけでなく、大腿動脈用もあります。こちらも、バルーンを膨らませ、止血するデバイスです。付属の加圧器で圧力を調整しながら止血していきます。加圧の手順は、初期加圧、収縮気圧よりも10から20気圧ぐらい高い、末梢側の動脈が触れない程度の圧力で3分から15分、第2起減圧、収縮気圧と拡張気圧の中間圧、末梢側の動脈の拍動が触れ始める程度の圧力で15分から60分、第3起減圧、拡張気圧より10気圧ぐらい低い圧力で15から60分、第4起減圧、10から20気圧ぐらいで適宜解除していきます。第4起減圧時には止血がないことを確認後、止血バッグを取り外し、絆創膏などで止血部を保護します。まとめますと、大腿線支用の止血デバイスは、アンジオシール、エクソシール、上肢用の止血デバイスには TR バンド、留田くんがあります。止血デバイスの説明は以上になりますが、おまけで線支部の合併症について紹介して終わりたいと思います。カテーテルやシース抜去時の止血が不十分だと、皮下血腫や下性動脈瘤が起こる可能性があります。皮下血腫は血の塊ができることです。皮下血腫は下性動脈瘤の形成につながるので、血腫が見られたらしっかりと圧迫することが必要です。下性動脈瘤は線支部の穴が塞がらず、血管壁から血液が漏れ出し、血管周辺に粒状の血液の溜まりができる状態です。超音波で確認すると、血腫が見えて、カラードップラーでその血腫の中に血流が入っているのがわかります。しばらく圧迫しても止血できない場合は、外科的な処置が必要になることがあります。アンジオシールやエクソシールでは、ゼラチンスポンジやプラグの位置が悪かった場合、血管内に出てしまって、血管を狭窄させてしまったり、閉塞したりしてしまうことがあります。実際にエクソシールを使用した後、右足の違和感を自覚した例では、次第に違和感から疼痛を強く自覚するようになっていき、右足の霊感と右室下動脈以下末梢動脈の拍動が触れなくなり、急性下肢動脈虚血が疑われました。右下肢動脈血管造影を行ったところ、約3センチの造影欠損が認められ、側線除去術が行われました。カテーテルにて摘出した側線子を観察すると、プラグだと確認されました。そういったトラブルもありますので、きちんと手順を確認し、確実に手技を終わらせることとか、カテーテルが終わった後も患者さんの観察が大事になります。TR バンドでは、きつく巻きすぎると血流障害や
静脈のうっ血を起こす可能性があります。軽頭骨動脈アプローチによる心臓カテーテル検査の後に圧迫止血デバイスによる止血が実施された患者さんを対象に調べたところ、24時間後では 12%、30日後では 7% の患者さんに頭骨動脈の閉塞 RAO があったと報告されています。しかし、圧迫止血デバイスの使用方法を工夫したパーティエントヘモステーシス法では、RAO の発生率が優位に抑制できたと報告されています。この方法は、パルスオキシメーターを使用して、頭骨動脈の改造を確認しつつ、止血できる最小の圧迫圧による止血する方法です。TR バンドで圧迫した手の人差し指または親指にパルスオキシメーターを装着し、波形が出現していることを確認します。尺骨動脈を圧迫閉塞し、波形を確認します。波形が確認できない場合は、頭骨動脈が閉塞していますので、止血の状態を適宜確認しながら、徐々に空気を抜き、減圧していき、わずかに出血が見られたところで、少量の空気をゆっくりと再注入し、止血の状態を確保します。再度確認し、波形が出現していることを確認できたら、開存止血できていると判断します。デバイスを使用すると、手で圧迫するよりも簡単ですが、使用方法に注意しないと合併症を引き起こしてしまいます。今回したような合併症があることを覚えておいてください。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画から学んだことがあった方は、高評価していただきますと非常に嬉しいです。また今後も動画を追加していきますので、応援してくださる方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお待ちしております。ありがとうございました。